はい、こんにちは、一役です。ですね、今日は、この、ベータ 75X をちょっとですね、改造してみようと思っていたんですけど、その前にですね、この TBS のペラを最近試していて、でどうもこの TBS のペラって、この、ベータ FPV についてくるブラシレスモーターの、これ 1.5mm K のハブなんですよね。で、それに対応する 1.5mm 用のペラを使ってるんですけど、この噛み合わせがすごい非常にタイトでですね、取り付ける時にも結構押し込まないといけないのと、外そうと思うと、今これもう全然外れなくなっちゃって、もうどうしようもないんで、無理やり1個やっていたらですね、ベルが曲がっちゃって、周りがすごい悪くなっちゃったんですよ。それなので、新しいモーターを注文して、それが届くのを待ってたところなんですね。で、ちょっとその新しいモーターが今日届いたので、なんとベータ FPV さん最近には Amazon にも出店していてですね、翌日配送 Amazon プライムで送られてくるという素晴らしいシステムなんですけど、それで、この新しいモーターが届いたので、この新しいモーターを交換してですね、で、さらにですね、僕もうすでにこれ改造しちゃってるんですけど、いい映像を撮りたいと思って、ランカムイーグルをこれ取り付けてるんですけど、これにさらにですね、GPS をつけてですね、ベータ FPV のこの 75X で GPS ナビゲーションをするっていうのをね、ちょっとやってみたくて、ただ、それをするには、このイーグルにさらにこれをまたプラスすると、機体がちょっと重たくなりすぎるんで、さらに GPS やるってことは、ちょっとロングレンジしたいわけじゃないですか。なので、この機体をなるべく軽く収めたいので、これがGPS の、GPS のモジュール自体が、ケーブルなしで、8.2g。このケーブルをつけると、9.2g。これ 9.2g 増しになるんですね。で、今のオールアップウェイトが、これに、まず、この、ペラとモーターを乗せて、これを乗せると、バッテリー抜きで 47.3 ですね。はい。ではですね、GPS を取り付け終えたので、ベータフライトの方で設定をしてみたいと思います。でですね、ポーツに関しては今 UART1 につけたので、ポート1につけたので、そこを GPS の、スピード57600にして、コンフィギュレーションに関しては、ポートを設定してリブートした後に、今度はここの GPS を、GPS 有効にして、そこで U ブロックスを設定して、この他はこのままデフォルトのままで再起動。そうすると、ここに正しく設定ができて、FC に電源が入って、FC というか、75X にバッテリーをつないでいる状態だと、ここに GPS のマークが点灯するので、それで確認ができます。で、あとはちょっと OSD 周りを GPS が表示されるように、設定していきたいと思います。今、室内なんでね、GPS 自体は拾えてないんですけど、OSD、ちょっと待ってくださいね。R1 になってるのかな。R1 になっていたので、ちょっとこっちでディスプレイで表示できるようにして、まず、そうですね、自分自身が表示したい内容は、GPS スピード。これ結構面白そうですよね。これは自分が GPS 座標から基づいた、速度ですね。機体速度。それから GPS サテライト数。これはいくつ拾ったかを表示してくれるものですね。それから、コード。これはあまり正確ではないんですけど、GPS から得られる機体のコードですね。かなり誤差は出ると思うんですけど、なんとなくどれぐらいの高さにいるのかなっていうのがわかると思うんで面白いと思います。で、当然ですけど GPS 座標はあると嬉しいですよね。亡くなった時にこの GPS 座標、DVR を取っていれば、
これを元に機体を探しに行けますので、コールサインはちょっと避けておいて、GPS のホームディレクションを書いておくと、ホームディスタンスもあるといいかもしれないですね。まずホームディスタンスは、自分のホームからどれぐらいの距離を進んだか。スピードはこっちに移動して、自分のホームディレクションと距離が僕は分かると。これをパッと見ると自分のホームからどっちの方向に向かっているのかというのと、自分がどれぐらいの距離遠くに出ていったのかっていうのが分かるので、これを表示しておくとのが自分は結構好きですね。で、スピード、サテライト数、コードで GPS。この辺はまあ飛行中はあんまり見ないと思うんですけど、 DVR 撮っておけば、後の参考になるっていうところですかね。そんなところですかね。この表示数がやたら多くてめちゃくちゃ邪魔ですね。コールサインを置く場所がないのですが、まあいいでしょう。これでセーブします。で、あとはですね、お決まりの GPS レスキューの、周りのものは全部、デフォルトで大丈夫だと思います。で、最後にフェイルセーフプロシージャー。ここを、セットフェイルセーフプロシージャーイコール GPS レスキュー。これ本来ならば GPS レスキューが正しく動作することを確認してやるべき設定なんですけど、とりあえず今はこれにあんまりその5インチほどシビアなロングレンジするわけじゃなくて、ちょっと河川敷行くんで、最悪何かが起きても芝の上に落ちるだけ、草むらの上に落ちるだけなんで、とりあえずは大丈夫かなと思っています。で、モーズで GPS レスキューの設定を入れておきましょう。GPS レスキューで、プロポをちょっと出してきますね。これは、エアモードを取って、アグジラリー4予備4に、GPS レスキューを割り当てましょう。これで OK で、エアモードはコンフィギュレーションで、常にオンになるようにしておけば、とりあえずこれで僕5インチの設定で GPS レスキュー同じスイッチに割り当てたかったので、これで大丈夫ですね。OST 周りもちょっとディスプレイを確認する限り表示されているので、あとはちょっとホバーテストをして、実際にフィールドでフライトしてみたいと思います。最終的にはこのような形になりました。ペラに関しては4枚刃を2枚刃に変更しました。これは4枚刃のペラの、2枚をクリップで切り落としてちょっとヤスリ書きした程度のものです。で、一般的には羽数が減れば、効率、燃費が良くなるっていうことなので、これで少しは、機体の燃費が良くなることを期待しています。で、オールアップウェイトが 47.5。で、ランカムを乗せてた時と大して変わらないですね。で、今回は、さらにこれをですね、ロングレンジ用に用意したこの、パンチ HV の550ですね。これを使ってみたいと思います。で、これちょうどね、このスロットにこういう風に横に入るような形に2枚重ねでなっているので、この 550mAh をつけてですね、このセットアップでちょっとプチロングレンジしていきたいと思います。で、オールアップウェイトがもう一回このバッテリー込みで何グラムになるでしょうか。 75.1 ですね。飛べないことはないと思うんで、ちょっとどんな感じか試してきてみたいと思います。はい、今、河川敷に来て機体の電源をオンにしました。で、
これ GPS を捕獲するまでにですね、拾うのにちょっと時間がかかるので、いつも自分は、拾う用のバッテリーを用意しておいて、その後に、拾ったら本ちゃん用のフレッシュな充電したバッテリーを使って、フライトするようにしています。今拾い始めましたね。GPS の緯度経度は出てるんですけど、まだサテライト数が0になってますね。でこれが、8個とかになるとアームできるようになりますね。なので、もうしばらくちょっとこれを置いたままにして GPS を拾うのを待ちましょう。それからですね、室内とかでホバリングテストするときに GPS 拾わないのでアームできないっていうときは、設定項目の中に、確か GPS レスキューサテライトナムとかなんかそういう感じのがあって、デフォルトが8とかなんですよね。でそこを0に設定してしまえばGPS 拾わなくてもアームできるようになります。それで室内ホバリングテストして、でそれが終わったらまた GPS レスキューにはサテライトが何個必要だみたいなのを自分なりに設定しておくといいと思います。デフォルトの6とか8とかで十分だと思いますね。で今サテライト喋ってるうちにサテライト衛星の数が5になってきましたね。で高度13メートルで緯度経度も表示されている感じですね。では、8になるまで待って、バッテリーを入れ替えてフライトしたいと思います。でバッテリー入れ替えるとですね、GPS の中にその時の緯度経度がある程度保存されるんですかね。 GPS の位置とかなんか知らないけど、バッテリー入れ替えた時は別に毎回こんなに時間がかかるっていうわけではないです。無事に戻ってきました、機体で。ちょっと風がありますね。見ててわかると思うんですけど、機体がかなり左に傾いた状態で飛んでたので、左側から結構風が吹いてきてるんですよね。もうちょっと無風だったらいけたかなと思ったんですけど、何気に1キロいけなかったですね。2枚刃にするとスロットルポジションも4枚刃と比べるとかなり上げないとホバーしなくなっているので、果たしてこの2枚刃が正解だったかどうかもちょっと微妙ですけど、また今度4枚刃と比較してみたいと思います。で今度はちょっと実際に、GPS レスキューを発動させて戻ってくるか確認してみたいと思います。では飛ばしてみたいと思います。結構人があっち側にいるんで、GPS レスキューは、ある程度離れないと発動できないです。でそれも設定でできるんですけど、確かデフォルトが200メートル先からじゃないとできなかったと思います。ただ今ね、ホームポジションがちょっと変な方向向いてるんで、今ちょっといい感じに自分の方にホームポジションが向いてきましたね。でこれ隣に両サイドに川があるので、なんか起きたらやばいなっていう感じなんですけど、
あとあれですね、OSD にフライモードを入れておけば、実際自分がアクロなのか GPS モードなのか分かりやすいんですけど、あとは RSSI も表示したいですね。どれぐらいの強度で、電波強度で飛んでいるのか。じゃあこの辺375メートルあたりで GPS レスキュー入れてみたいと思います。おっと来た。これで戻ってくるはずですが、なかなか戻ってこないですね。ちょっと自分で、風のせいなんですかね。ちょっと自分でアクロに戻しました。風かな。風が強いんで、もしかしたらマックスの GPS レスキューアングルが30度かなんかになってるんですよ、デフォルトの設定で。その角度だと結構戻ってこれない感じでしたかね。もう一回 GPS レスキューモードをここで入れてみますが、これ戻ってきてるんですか。最初に指定の高度まで上がるのかな。20メートルとか指定の高度まで上がって、でそっから発動すると思うんですけど、ちょっとなんかおかしいからやめましょう。これアクロに戻って手動で。でもあれですね、ちょっと設定見直せば動きそうですね。やっぱり GPS 拾ってるんで。これだから iNav っていうベータフライトに GPS ナビゲーション機能がついたフライトコントローラーとかをインストールすれば、ナビゲーションフライトもできると思うんですよね。ウェイポイント設定して自分のフライトパスを設定して、それに基づいたフライトとかもオートメーションフライトもできるんで、結構面白いと思いますね。さっきみたいにこのウープだとちょっと風が強すぎるとフライトがねかなり厳しくなる時もあるので、そこの辺は無風な時にやるとか、あんまり高度上げずに飛ばすとかになるんですかね。あとあれですね、 OSD にスロットルポジションも表示したいですね。ちょっとこれだと自分がどれだけスロットル入れてるのか分かりづらいので、戻しましょう。そんな感じですね。これ GPS ついただけでなんかちょっとあれですね、面白いですよね。特にこれで何ができるってわけじゃないんですけど、とにかく機能として嬉しい。こんな感じで無事2フライト終えました。というわけでですね、ちょっとした可能性を感じますよね。これにこれからそうですね、次に iNav 入れてみたりとかして、もうちょっと踏み込んだことを GPS 絡みでやってみたいですね。これ皆さんの何かしらの参考になればと思います。それではまた。